はい、どうもゆうです。今回ですね、おすすめエボリューションを紹介していきたいと思います。まずですね、自分が直近でエボをやってですね、良かった悪かった点も含めて紹介していけたらなと思います。以前、だいぶ前にね、やってたメンディとムサ、シモンズが今現時点で残ってるっていう感じになります。他に関しては、今までめちゃくちゃエボリューションやってきたつもりではいるんですけど、使ってない選手が多いかなっていうところですね。こんな感じで。はい。ダドトとかもやりましたけど、自分的にはそこまで合わなかったかなとか、ゲケレスもいいんですけど、91がいれば91でいいかなっていう。大会制限です。勝制限で、使うことあるかなって感じですね。サバニエも、使用感はいいけど、今の環境で別に自分は使う必要はないかなってことであったりとか、パレデスとかもそうですね。大体エボってこんな感じになります。はい。でですね、すいません。一人、ビセックですね。これも将来制で今回、ハンターとかも全部やりました。ベース81で守備83、対価87で、まだレート81なんですけど、これまだ上がり期待があって、身長196で、もちろんね、前作強かったのを知ってる方多いかなと思うんですけど、プレイスタイルもインターセプト以外は全部つけてるという風になっております。あとね、この容赦なしつけるかっていうのをちょっと悩んでるところですね。で、今ディフェンダーが持ってる感じです。はい。あとですね、ムサ、ちょっと別動画でも出したんですけど、ほんと使用感良かったですね。アーティストやって、インターセプトプラがつくエボやって、容赦なしつくエボをやったって感じです。この辺みたいな感じで、他にいないタイプを作るのがやっぱりいいのかなと思います。ここで言うと、ペースがここまで速い中盤ってそこまで多くなくて、の割にしかも俊足を持ってて容赦なしもあって、ロブ立ててきたか、しかもインターセプトプラがあるっていうのがすごい優秀なので、やっぱり他にこのタイプがいるってなると、やっぱそっちを使いやすいかなっていうところがあるんで、エボに関しては、あまり、いないタイプの選手を作るっていうのも一つポイントなのかなとはやっぱり思っております。やっぱ似たタイプ作ると、どうしても神経出てきた選手を多分どんどん使っていくと思うんで、こういった感じの選手を作ったのは良かったのかなと思います。これに関しては本当に、もしスタメン外れたとしても、スパサブで使えますし、これ今ケミゼロで、しかも役割も無印で使ってるんで、これでこの強さなんで、多分スパサブでも十分強いと思うんで、そういった選手作成は良かったかなと思います。で、シモンズですね。これはもう本当に使用感抜群です。もう、活躍見てもわかる134の181の93なんで、点は取るわ、アシストは取るわ、マジで得点源です。コース上げはフィネス打てるしっていう感じで、ペース91でシュート90、でパス87のドリブル88、で、体感もそこまで悪くないっていうところですね。で、コーセルプラ、スルーパス、ロブ立ててきたか、シールドプラもあって、ファーストタッチもあると。で、彼らの役なしテクニカルということで、本当気になる点としては迅速、俊速はないんで、このスピード感っていうぐらいかなと思います。で、役割も LW、インサイドフォワードプラプラありますし、ST もテントリアプラプラ、フォロスナインターゲットフォワードと。で、キャムもシャドウストライカー持ってるって感じです。あとはプレイメーカーアドバンスフォワードがちょっと欲しいかなっていうぐらいで、本当文句ない。もうこれはマジで作ってよかったなって。多分しばらく外れないかなと思いますね。自分の褒めがやっぱり4321とか4231、あと4213と、トップ下が基本ある褒めであったりとか、サイドウィング、ST っていうところで、ST も結構、パスができるだけできて、できなかったとしてもドリブルは軽い選手を置きたいんで、自分はこういうシモンズタイプはめちゃくちゃ合ってるって感じです。で、現時点で、だいぶちょっと話長くなったんですけど、現時点でのおすすめ選手、見ていきたいなと思います。はい。フットビーでちょっと見ていきます。まずですね、ちなみにですね、今回来てたオクトパスエゴということで、以前来てたダッシュに比べても、ペースはめちゃくちゃ速くなってる。パスも良くなってるんで、ドリブルシュート、ディフェンダーがちょっと足りないですけど、個人的にはアリーナ選手かなと思います。しかもプラスがまだついてないので、そういった面でも優秀かなっていうところと、ロードもプラプラつきますし、今後の期待も込みでエボはありかなと思います。はい。で、グラフェンに関しては、88でいいかな。高いけど。過去エボやってるんですけど、ここエボらなくてもいいかなっていう印象はあります。はい。で、メンディも、今来てて、ブルーザーじゃないやつですね。これに関してはやってもいいかなと思ってて、ウィンターウィングバックですね。これで、ウィングバックがプラプラつくので、
そういった面で言ってもやってもいいですし、プレイスタイルも十分優秀なんで、ただ容赦なしがなかったりとか、っていうのはちょっと気になるかなっていうところでありますけど、能力値も十分悪くないんで、ありかなっていうところですね。はい。あとはですね、マトゥイルかな。今回の、チップショーこれはいらないですけど、こちらに関しては、88と比べたとしても、十分優秀な数値になっておりますね。プレイスタイルも、やっぱりシールドつきましたし、そういった面で言っても、マトゥイルはありかなと思います。持ってる方はですね、マトゥイルかな。でも持ってない方は強めにでいいのかなと思います。将来期待も含めて強めにをするのはありなのかなっていう気はしております。で、現時点でのエボが、そこまで優秀なのが多くなくてですね、ちょっと終わってしまったのが優秀なのがあって、特に今自分が持っているので言うと、このシールドインターセプトであったりとか、あとは、このタイプですね。マルシャルが今神経で来たからこういう感じになってますけど、このパスが出せるエボリューションと容赦なしのエボリューションですね。これに関しては、まだ残ってる方は期限が許すんだったら、今後のエボリューションも期待して持っとくのはありなのかなと思います。この今の動画撮ってる時点での紹介なので、ちょっとまた新たに動画出すまでに新規できたら、また追加で、この後に追加動画を出したいと思うので、もしこの後に続きがなければ、もう、動画出す前に来なかったということで認識してもらえたらなと思います。もう本当にエボに関しては、このパス系の ST のエボとか特に優秀なので、大事に置いておくっていうのも一つありなのかなっていうところと、ジーニョマジックとかも来てるんで、この辺も、掛け合わせで、これプラス、ストライカー、これを2つで掛け合わせのいい選手とかも、探してはいるものの、っていう感じで、一部いるんで、紹介しようかなと思うんですけど、ちょっと他のところで見つけた、引用にはなってしまうんですけど、個人的に今、悩んではいてますね。こちらの選手とか。これが先ほど言ってたジーニョエボと、ストライカーのエボですね。ただ、スタミナが低かったりとかそういう部分があるんで、プレスターこう見てもらっても優秀なんで、本当敵高鋭いパス、テクニカルあってトリッカーもあって、身長もでかいので、ちょっと差別化できるかなっていうタイプなんですけど、こういったタイプもいてるので、その辺もですね、また新規で見つけたら、別途紹介していきたいなと思うんですけど、この選手だったりとか、こちらですね。これも結構優秀だったので作ろうかなと思うんですけど、このタイプの選手また出てきそうな感じがしてて、これだったらまだザニオール、初めに紹介した方の方がいいのかなっていう気はします。ただこれもね、本当に強いかどうかで微妙なところで、しかもジーニョマジック自体がポイントもしくはコインがかかるんで、ここまでする必要があるのかなっていうところもあるので、残り期間ですね、ギリギリまで引っ張って強そうなのが来たら、エボろうかなと思っております。その辺もまた新規で見つければですね、動画の方出していくので、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、また。はい、ってことでですね、エボ追加来ましたので、こちらも紹介していきたいと思います。ナンバー8ですね。こちらのエボ来ております。エンドが、まずおすすめに挙げたいと思います。的確がついてですね、ジョッキ、インターセプト、予測、シールド、鋭いパス、容赦なしということで、ブルーザーもついてですね、めちゃくちゃ優秀かなと思います。組み合わせも、リバプールとプレミアということで、合わせれるかなというところと、能力も十分いいので、おすすめ選手になるかなと思います。で、コケも優秀かなと思うんですけど、的確持っているので、ちょっとそこがもったいないかなというところは感じるのと、自分はカイセドをやろうかなと思ってます。もともと使用感めちゃくちゃ良かったので、それに、的確がつく。で、ブルーザーですね。で、敵高、あと、鋭いパス、容赦なし、シールド、しかも予測インターセプトという風になってます。パスも視野90、ロングパス92、ショートパス94のスタミナ91のシュート81、ペースも86で、ドリブルがちょっとやっぱ低いんですけど、シュートも。全体的な能力は低いんですけど、でも、元々の使用感の良さがあるんで、こちらはやろうかなって思っております。おすすめ選手になるかなと思います。はい。あとは、個人的にはやっぱり今のカイセドはすごいおすすめかなと思うんですけど、
こんな感じでいろいろいるんですけど、あとは、クリスチャン・ロナウドですね。こちらもありかなと思います。CR7。90と比較しても、勝ってる部分あります。フィジカル含め、アジリティ含め。で、パス系は圧倒的に勝ってるって感じですね。パスができるロナウド、しかもフィジカルあるよっていう状態で。ただドリブル低いので、やっぱ今作あんまりロナウド見ないのと、でも5-5っていう中で、ロマン枠でもあるかなと思うんですけど、こちらもありかなと思います。はい。ということで、以上になります。よければですね、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、また。最後にしたいと思います。FC25 の転売情報になります。こんな感じでですね、情報を出しております。今一応自分としてはサーバーを3つ持ってまして、いろいろあって3つになったんですけど、転売情報をメインにしている自分だけがほぼ投稿できる、サーバーと、もう一つは相談ですね。質問であったりとか、転売情報に対しての、質問系であったりとか、あと SBC アンケート、リーク情報であったりとか、こうやって YouTube の、自分の YouTube 載せてたりとか、あと雑談ですね。皆さんがこんなこと困ってるとか、コントローラー設定であったりとか含めて、バグとかも含めてですね、情報したりとか、例えば X とかでいい情報であったりとか、プレイ面含めて、その辺の情報共有した方がいいなっていう部分があったら、ここに上げてるという感じになります。あとはですね、SBC アンケートとか質問も入れて、これ作るべきじゃないかっていう部分も、この辺で見たりとかもできるっていう風になっております。市場とかもそうですね、質問、皆さんから自分が上げた投稿に対してあったりとか、これいつ売りましょうとかいうのも含めて、この辺で相談できるようにしているという感じになります。で、こういった感じでですね、サーバー、エボリューションおすすめであったりとか、これはもう490を特典にしてるやつなんですけど、スカット相談であったりとか、ゴール集解説おすすめ選手、あとコーチング動画に対しての、あれですね、ご希望であったりとか、あとはプレイ相談。で、ここにプレイ動画っていうことで、例えばこのシーン、どうやったら守ったらよかったですかとか、どうやって決めたらよかったですかとかいうのを相談できるような部分も作ってますので、こういった部分もできたりとか、あとはカスタムとかコード共有ですね。あとはフレマっていうのは、定期的にフレマ会やったりとかですね、そういうのもやったりもしてるっていう感じになっております。はい。メインはやはりこの転売情報のここの部分になると思うんで、金であったら特殊シルバーアイテムとかですね。あとは過去情報とかも、こういう感じでブラックフライデーであったりとか、各作 TOTY の値段変動であったりとか、アップグレード系ですね。とかはもうここで全部履歴を残していくような形にしてて、FIFA22 からこのような形で情報を取っていってますので、ここに加工作を含めて情報が見れるっていう風になっております。あとは便利機能フットビンとか、フット GG とか含め、その辺のこの機能を使った方がいいよっていう部分であったりとか、成功案件とかですね。こことかはもう正直誰でも入っていただいて、ここを見るようにするのは一つありなんかなと思うんですけど、結構海外の方とかはこれをやってたりはするんですけど、はい。ここは有料会員の方にして、他に関しては全然無料でもいいのかなっていうのは正直思ったりはしている部分ではあるかなと思っております。はい。で、そうですね。メインがここになるので、もし興味ある方とかはですね、ぜひ入っていただいて、Twitch のサブスク、Twitch であれば Amazon プライム入っている方は無料ですし、それ以外に関しては、Twitch の有料会員もしくは、YouTube のメンバーシップの有料会員入っていただければ、こちらの方 Discord 招待しますので、よければ入っていただけたらと思います。だからDiscord の方でも、サブスクを作ることができるみたいなことも聞いてますので、その辺もちょっと今後取り入れていきながらですね、やっていきたいなとも思っているので、はい。そういった部分も含めてですね、ご質問とあれば、自分の X も含めて DM いただければと思いますので、ぜひお気軽にご連絡いただけたらと思います。で、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。